お前みたいな子供も産めない女、もういらねえよ。私はうつむく。涙が溢れそうになるのをこらえるように奥歯をかみしめた。夫の陽太は、母さんたちももう年だから介護要員としてなら家に置いてやってもいいよと笑いながら言う。そうして離婚届を置いて彼は帰っていった。病室に一人残され絶望に暮れた私。ついいけないことを考えてしまった。窓を開けて下を覗き込み、ここから落ちたら楽になれるだろうか、そう考える。いざなわれるように体を前のめりにしたとき、病室のドアが静かに開く。そうして意外な人物が病室に入ってきたのだった。私の名前は伊達アンナ、27歳。22歳の時に夫の陽太と結婚し、絶賛妊活中の専業主婦だ。当時の私は短大を卒業して保育士として働き始めたばかりだったが、陽太との結婚に迷いはなかった。自分の意見がはっきりとしていて、芯が通ったところなど、社会人になりたてだった私には頼もしく魅力的な人だったのである。6歳年上だったということもあるのだろうが、リーダーシップにあふれた大人の彼を私はとても尊敬していたのだ。まだ経験も浅く、一般教養に乏しい私。そんな私を彼はからかったり叱ったりしたけれど、それも愛情ゆえのこと。陽太の自信満々な姿、言動はすべて正しいように見えた。半人前の私を正しい方向に導いてくれている。そう思い、アンナ、結婚しよう。将来のために貯金をしたいから、今は俺の実家で同居になるけどいいよな。と言われた時もうなずいてしまった。今はという陽太の言葉を信じたのだ。しかし、実の両親は結婚に反対。まだ結婚を決めるには早いのではないかというのだ。確かに就職したばかりで若くはあるが、両親はそれに同居なんて心配だという。もう少し考えた方がいいという両親の言葉を陽太に言うと、うまくやればきっと分かってくれるよと言って、今は無視しろというのだ。私は陽太との生活が安定すればきっと両親も分かってくれると思い、結婚と同居を強行することに。後々すべてがうまくいく。陽太のその言葉を鵜呑みにしたのだ。しかしそれから5年、私は今地獄の底にいる。結婚して5年、陽太は仕事が忙しく常にピリピリした状態だ。私も私で同居生活により何かと忙しく、陽太ばかりを優先できない状態である。義両親は未だに子供のできない私を家族と認めていないようで他人行儀だ。そんな義両親と日がな一緒なのだから、彼らにも気を使わなくてはいけない。ご飯はまだ？ほこりが溜まってるんだけど。ねえ、あれ買ってきてって言ったわよね、とまるで派遣された家政婦のような扱いである。自分の家だというのに安息などはなく、私は毎日精神をすり減らしていた。アンナ、お前さ、俺のスーツをなんでクリーニングに出してねえんだよ。え、そんなこと言ってた？言ってなくてもさ、そういうのは察するんだよ。わかる？俺の言ってること。ほんとダメな女だな。はい、ごめんなさい。すぐに行ってきます。こうやって叱られる毎日。私は自分に自信が持てなくなっていた。私が不出来なのが悪いのだと落ち込む日々。どんどん自己肯定感をそがれていく感覚に心が憂鬱になる。クリーニングに行こうと荷物をまとめたが、私はカレンダーを見てハッとした。陽太にねえと声をかけ、頼んでいた検査なんだけど、今週の土曜日休みになってるよねと確認をする。
すると陽太は無理と一言。その日会社の仲間とツーリングに行くから無理だわ。1ヶ月前からお願いしてたのに？陽太は眉を寄せ、あっと私を睨んだ。こっちは毎日一生懸命働いてるのに遊びに行っちゃダメだっていうのか？お前何様なんだよ。陽太の表情が変わると、私は心臓をつかまれたように萎縮し、金縛りのように動けなくなってしまうのだ。喉から声も出なくなり、フリーズ状態になってしまう。これ以上の機嫌を損ねると、彼は怒鳴り、本やリモコンなど物に当たり始め、それはもう嵐のような状態になるのだ。そうなってしまうと、私は嵐が過ぎ去るのを小さくなって待つしかない。心を無にして耐えるしかないのだ。仕方なく、分かったと言い、楽しんできてと言う。すると陽太は、分かったか？ほんと口には気をつけろよ、と不機嫌そうに言った。俺の機嫌を損ねるな。ダメな女だな。ごめんなさい。こんな地獄のような5年間。けれど子供を授かればこの生活に光が差し込むだろうと私はそう思っていた。陽太は優しくなり、義両親も私を嫁と認めてくれるだろう。穏やかな生活ができるだろうと私はそう思っていたのだ。そもそも私が義両親から冷たくされているのも、嫁として自信をなくしているのも、子供ができないからである。私はため息をつく。必死に不妊治療を頑張っているのに、陽太はそれを分かってくれない。陽太が言うから仕事も辞めたのに、どうしても子供ができず、それを仕事をしているからじゃないのかと言い、私に仕事を辞めさせたのは陽太だ。本当は辞めたくなかったけれど、妊娠のため私は泣く泣く仕事を諦めた。仕事を辞めて子供ができたら全てがうまくいくだろう。そうしたら子育てをしながらパートをして、そう考えていたけれど、一向に妊娠せず、自由にできるお金や私だけの時間がなくなってしまった。仕事を辞めたのだから家事をしろと言われ、家族全員の食事、すべての家事を私がするようになり、いびられ、無視され、蔑まれ。私はなぜ、何のためにこの家に存在しているのかがわからなくなる。今日も私は存在意義を考えながら家事をこなす。義母から言いつけられたお茶を運び、遅いといびられる。隣にいた義父は何も言わなかったが、私に興味なさそうにし、無視を決め込む。陽太は自分の趣味にしか関心がなく、スマホで楽しそうにゲームをしている。そろそろ夕食にしよう。私はそう思い、夕食の準備に取り掛かろうとキッチンに行く。すると、冷蔵庫を漁る人影を見て、そろそろ夕食だよと声をかけた。この家にはもう一人、一緒に住んでいる家族がいる。陽太の弟の裕太くんだ。大学4年生で、陽太とは年が11歳も離れている。裕太くんはこちらをちらり一別すると、後で食べる。自分でお皿は洗うから置いといて、と言って、そそくさと去っていってしまった。彼は寡黙というか、おとなしい性格で、陽太とは真逆のタイプである。成績は優秀だと聞いたことがあるが、義両親も陽太もあまり彼のことには触れないのでわからない。悪い子ではないと思うのだが、何を考えているのかがわからないから謎である。まあ、彼も私のことは家政婦みたいな同居人くらいにしか思っていないんだろう。結局、この家には私の味方はいないのだと途方に暮れるのだった。ない、ないないない、ないわ。ある日、買い物から帰ってくると、義母が大声で何かを探していた。最近物忘れが多い義母。きっとメガネでもどこかに忘れてきたのだろう。そう思い、私が購入したものを冷蔵庫にしまっていると、
陽太が鬼のような形相で私の方へやってくるではないか。お前、母さんの財布から10万盗んだだろ。そう言うなり、陽太は私の胸ぐらをつかみ、床に叩きつけた。背中を打ちつけた私は衝撃で咳き込む。あまりに唐突で頭がついていかず、脳内が真っ白な状態だ。しかし、陽太はそんなことお構いなしに私を責め立てる。ちょっと、待ってちょうだい。私は何も。なんて女だ。世話になってる家族から金を盗むなんて。子供が産めない上に窃盗まで働きやがって、お前。私は言葉を失った。すると義母がやってきて、泥棒めと私の髪を引っ張り、発狂しだしたではないか。もはやカオスとなり、何が何だかわからない状態に。待ってください。私は取ってない。私も反響欄になって叫ぶ。そうして、それに妊娠できないのは私だけのせいじゃないと大声で叫んだ。この人たちは私がいけないと、私に欠陥があるんだと言うが、それは違う。私は一人で孤独に産婦人科に通い、何年も何度も検査を受けてきた。タイミング療法、食事、おまじないのようなジンクスまで、試せるものはすべて試してみるくらい努力したのだ。しかし、陽太は何もしなかった。私だけの問題ではないかもしれないと思い、一緒に検査に行こうとしても、自分の都合を優先する。これは私だけの問題ではないのに。私は荒い息を吐きながら喉が詰まるのを感じた。どんどん意識が朦朧としてきて、立っていられなくなり倒れる。そうして力が抜けていき、ついには意識を飛ばしてしまったのだった。リビングからの笑い声で私は目を覚ます。私は床に寝そべっていて、どうやらあれからここに放置されたままだったようだ。起き上がろうとすると頭がクラクラする。足に力が入らず、立つことすらままならない。小刻みに震える体は明らかに異常だった。しかし、誰も助けには来てくれない。多分、呼んだとしても誰も来ないに違いない。このまま天国に行った方が幸せかも。苦しさに呼吸を荒くしながら私はそう思う。幸せになりたいな。誰にも見てもらえず、頑張ったと評価してもらえず、ここで息絶えるのだろうか。そう思ったら悲しくて泣けてきた。もう疲れた。そう思い、私はまた意識を手放したのであった。次に目を覚ましたとき、そこは病室のベッドの上だった。どうやら私はひどい脱水症状を起こしていたそうだ。病室でぼんやりしていると、そこに陽太がやってきた。陽太は冷たく私を見下ろすと、ざまあないなと一言。病人、しかも妻に言う言葉ではないだろう。お見舞いに来たような雰囲気ではない彼は、私のベッドの上にはらりと一枚の紙を落とした。よく見ると、それは離婚届で、私は陽太を見る。お前みたいな子供も産めない女、もういらねえよ。私はうつむく。涙が溢れそうになるのをこらえるように奥歯を噛みしめた。陽太は、まあでも、と言い、母さんたちももう年だから、介護要員としてなら家に置いてやってもいいよ、と笑いながら言う。そうして、じゃあなと、ひらひら手を振り、馬鹿にしたような笑顔で去っていった。私に提示された未来は二つ。離婚するか、介護要員として置いてもらうか。このままあの家に帰ってあの人たちに尽くして生きるのが最善なのだろうか。それが私の人生。しかし独り身になって暮らしていくのは怖い。社会から離れてだいぶ経つのにやっていけるのだろうか。不安ばかりが押し寄せてきて頭が痛くなる。絶望に暮れた私は
ついいけないことを考えてしまった。病室の窓枠に手をかける。窓を開けて下を覗き込み、ここから落ちたら楽になれるだろうか。そう考えた。いざなわれるように体を前のめりにしたとき、病室のドアが静かに開き、待ったをかけられるように声をかけられたのだった。それから7年、私は今、葬儀場に来ている。陽太の父親が亡くなったから、そのお葬式に参列したのである。奥に陽太がいるのが見え、私は久しぶりだと思った。彼と再会するのは病室以来である。陽太が離婚届を置いていって以来、私たちは顔を合わせていなかった。私は退院と同時に離婚届を提出し、そのままあの家には戻らなかったのだ。陽太は私に気がついたようで、ニヤニヤしながらこちらへとやってきた。そうしてバカにするように、お前なんだよその体型、太りすぎだろうと言い、腹を抱えて笑い出す。葬儀場だというのに罰当たりな行動。私は相変わらずだなという印象を彼に抱いた。そんなデブじゃ再婚なんて無理だな。俺が再婚してやろうかと言って大笑いしている陽太。私は心の底から彼を軽蔑した。こんな男のために私の20代は消費されてしまったのか。もっと仕事をしたかったし、もっと幸せになりたかった。この男が私の人生をドブに捨てたのだと思うと、言いようのない怒りがこみ上げてくる。愛していたし、その時は情があったのは確かだ。だから少しでも優しくしてくれたのなら、いや、そんな過去のことを考えたって仕方がない。怒りのせいで小刻みに震えていると、肩にポンと手が置かれ、私は我に返る。ほんとデリカシーないよね。そんなだから自分だって再婚できないんだよ。ゆうた、お前大学を卒業してからどこ行ってたんだよ。陽太は裕太くんが現れたことで目を丸くし驚いているようだ。無理もない。裕太くんは大学を卒業後、突然家を出て、その後行方がわからなくなってしまったのだから。音信不通、連絡さえつながらない。どこで何をしているかが一切わからない状況だったのを私は知っている。ってお前、その抱っこしているのは。そうだよ、俺の子供だよ。裕太くんはにっこりと微笑む。俺とアンナさんの子供だよ。ちなみに今、アンナさんのお腹には2人目がいるんだ。子供を授かったことがないからデブとか言えちゃうんだろうな、と裕太くんは陽太に皮肉を言う。しかし、陽太は私が妊娠していることに驚き、アンナに子供がと目を見開く。裕太との子供だって？そうよ。ただ太ってるわけじゃないのよ。失礼ね。それに、私が他人の葬儀に出るわけないでしょ。裕太くんのお父さんだから仕方なく来たのよ。裕太くんは、もうすぐ臨月なんだから無理しなくてよかったのに、と私の腰に手を回した。そうだけど、孫がいることくらい教えてあげてもいいかなと思ったの。そう会話をしていると、子供がママおかしいと無邪気な声を出した。はいはいと私はお腹を撫でながら答える。陽太はそんな私たちを呆然と見ていた。だってお前、不妊じゃん。なんで子供が産めるんだよ。あら、まだわからないの？不妊はあんたなのよ。私は陽太にピシャリと言った。真実を知った陽太はそのまま呆然と立ち尽くしたままピクリとも動かなかった。過去の話に戻ろう。入院中、離婚届を突きつけられ、私が絶望している時、陽太と入れ替わりに病室に現れたのは裕太くんだった。うちのババアが盗まれたって騒いでた10万、食器棚の中にあったよ。もう地方が進んでるんだね。
だからアンナさんのせいじゃないと慰め、謝罪をしてくれたのはゆうたくんだ。それからゆうたくんは毎日私の病室にお見舞いに来てくれて、そうして世話をしてくれたのだった。もう兄貴とは別れなよ。あいつにはアンナさんはもったいないと思う。離婚届を知ったゆうたくんはそう言い、今までの行為はどうあっても許されるものではないという。俺、大学も卒業したし、家を出ようと思ってるんだ。遠いところに就職先も決まって社宅で暮らすんだけどね。ゆうたくんは私に自分もあの家で蔑まれてきたことを打ち明けてくれた。出来の悪い長男ばかりを可愛がり、どんなにいい成績や成果を出してもゆうたくんは褒められることすらなかったのだという。なのに兄貴がダメな分お前が支えろってさとゆうたくんは吐き捨てるように言った。どうやら陽太の稼ぎが少ない分、ゆうたくんの稼ぎで補填するという考えらしい。ほんと都合がいいよね。ゆうたくんがどんなに頑張ってもすべて陽太の手柄になる。そういうことを繰り返してきて、ゆうたくんは家族に見切りをつけたらしい。志望大学もさ、みんなに反対されて塞ぎ込んでた時あったじゃない。みんなさ、俺はダメなやつだって冷たく言うんだ。自分たちの言いなりにならないやつはどんなに立派でも間違いだって言うんだよ。私もゆうたくんのようにそうされてきたから小さくうなずいた。みんなが冷たくする中、アンナさんだけは優しくしてくれて、明るく接してくれただろ。すごく救われた。ゆうたくんもまたあの家に居場所がなかった。しかし私が住むようになって少しだけ希望が持てるようになったのだという。アンナさんが話しかけてくれるから救われたし、頑張ってこれたんだよ。だから陽太や家族に意地悪をされているところを見て助けたくなったのだという。まるで自分と同じ境遇の私を見て守りたいという強い意志が生まれたのだとか。私が倒れた時、救急車を呼んだのもゆうたくんだった。アンナさん、今の家を捨てて俺と一緒に来てくれませんか。ゆうたくんのまっすぐな目に私は小さくうなずくのであった。こうして私は陽太との離婚届を提出後、ゆうたくんと暮らすことを決めたのだ。ゆうたくんは就職先も引っ越し先も実家には教えず、私と二人でささやかに生きてきた。結婚もして二人目の子供も授かり、幸せな生活を送っている。帰り際、義母がゆうたと言ってかけてきた。義母は、その子が私の孫ねとゆうたくんに言う。伊達家の跡取りだね。よくやったよ。お前は昔から賢くていい子だったもんね。これから伊達家は。勘違いしないで。子供たちは跡取りでも何でもないから。俺とアンナさんの大切な宝物をあんたたちのいいようにさせるなんてしないよ。もう二度と会うことはないしね。ゆうたくんは冷たくそう言うと、私たちは葬儀場を後にした。ゆうたくん、本当に良かったの？帰りしな、私は彼にそう尋ねた。肉親との関係を本当に断ち切っていいのかとそう思ったのだ。いいんだよ。俺にとっての家族はアンナさんと子供たちだ。それ以外別にいらないよ。ゆうたくんは私の手を握る。私が受けた心の傷はまだ完全には塞がっていない。けれど新たな家族と一緒にいて、ゆっくりと癒えていけばいいと思うのだ。もう私は一人なんかじゃない。私を本当に大切にしてくれて、本当に必要としてくれる人たち。そのために私はこれからの人生を捧げていきたい。ゆうたくんが守ってくれた分だけ、私も家族を守っていこう。私はそう誓うのであった。